はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は年末までの大まかな流れや気をつけることを見てみたいと思います。もうね、3ヶ月も切ってしまったので、悔いのないように過ごせるように何に気をつけたらいいのか、どんなテーマがあるのかを見てみますね。お願いします。それから2025年版の星の情報がたっぷり載ったカペラノートもご予約いただいた皆さん本当にありがとうございました。PDF 版を楽しみにしてますというコメントもいただいたりとかしてありがとうございます。PDF は11月末からになります。はい、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。製本版の受付は14日までとなっていますのでお願いします。では行きましょう。年末までの動きですね。さあどうでしょうか。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。節制逆、カップ2の逆、ワンド3逆、スターの逆、ソードナイト逆、ワンドページ逆、ペンタクルス4逆。はい、気をつけることや対策がペンタクルスエースの逆とペンタクルス5の逆とオラクルはワンドの8逆ということで、見事に全て逆位置で出ましたね。ちょっとメッセージを感じたのはですね、とにかく年末までの動きっていうのはまだね、何がどうなるか分かりませんよみたいなメッセージを感じました。やっぱりオラクルがワンドの8で私から見ると逆なので、状況が非常に動きますみたいな、自分の意思で動かしてこうなってああなってという想定内ではなく、なんだか違うところで流れがもう起きているとか、流れが来ているとか、何かが大きく飛躍しますねとか変更しますねみたいなことを一番感じました。そしてこれ全部逆位置なんですけども、物事を何かちょっとした手こ入れによってガラッと変わるかもしれないし、自分の見方もちょっと何かを変わったり、何かが気が付くだけで大きく変わるかもしれないので、ちょっとこの年末までの動き、大勢の皆さんにとってはちょっと摩訶不思議な面白い動きがあるなって思います。で、星で見ても、ちょうどね、10月は自分の体調に気をつけましょうねとか、健康管理しましょうねとかだったと思うんです。で、12月23日10月の23日以降っていうのが、パートナーシップっていうのがすごく強調されてくるわけですよね。そして11月1日新月ですけれども、11月前半っていうのをすごく人との関係や契約やこう向き合っていくことっていうのもありますし、特にやっぱり何とつながるかとか、どんな人と関わっていくかっていうのがすごく大きなテーマになっていて、11月4日もね、こう自分の内側から燃えてくる何かっていうものがあったり、11月20日は今度冥王星が自分の社会をやっぱり変えますみたいな感じがあるので、これはリベンジとして出る方もいらっしゃるかもしれませんね。今年のもう1月の入っていた自分の社会が変わるよみたいな、そんな流れが一時的に少し離れていた、9月からねちょっと戻っていたので、またそれが戻るということで、もう一度やはり自分の世界においての自分の主導権っていうのは自分が握る、どうしたいかは自分が決めるみたいな、そういった力強さっていうのもありますし、やっぱりこうしていくっていうふうに決める、特に仕事とか社会において自分の在り方っていうものを決めていくっていう強さがやっぱり出てくるので、非常に内側は燃えるし外側はチャレンジするしみたいなのもあれば、契約とか人とどうやってつながっていくのっていうのもあったりするので、年末まで重要な動きがあるわけですよね。で、12月に入るとまた少し風向き変わったりとか、惑星もまた逆行したりするんですけども、ただ全体的に見ると本当に物事のどの側面から見ますかみたいな感じがすごくします。で、今も自分にとってチャンスが来ているのは分かっているとか、こうすればいいのも分かっているし、あとはやるだけみたいな状況だけど、ちょっとまだ手を出していないとかね、分かってるけどまだちょっと保留にしてますよみたいなのもあれば、こうしていけば良くなるんだみたいな道筋とか、将来のこと、来年のこととかも含め、なんか分かっているし、自分にとっての理想の世界っていうものもちゃんとこうすればできるよっていうのも分かっているけれどもみたいな感じで分かってるからね、あとはやるだけなんですけど、何かが
何かが引っかかってそれを現実化できていなかったり、自分では分かってるけど何か動けていないみたいな状況があるかもしれません。これ全部ひっくり返ったらもう見事に変わるみたいな感じで、一気に同じ状況なんだけど見えてる景色が全然違うみたいな感じになりそうなんですよね。なので一番言われているのは、状況はご自身が思うよりも早く動きますっていうことと、年内にもしかしたら何か大きな動きがゴロッとあるかもしれませんねっていうのをすごく感じます。それが比較的早い11月ぐらいに起こるかなっていう気がするのと、その後の対処法っていうのは非常にまた慎重に対処していけますし、何かを失うということもない。ただ何かお金がかかるとかお金を失うという恐れがあるのかなって感じがありますが、そこにも対処していける自分になっていってますっていう感じで言われてますね。お金が必要な状況になったなら、それをいかに対処してお金を生み出すかっていう自分にまたなっていくチャンスが同時に来ているっていう形で、物事がちゃんと巡ってうまくいくようになっているので大丈夫なんです。どの側面から見るだけかっていう感じで、そして人間関係も基本ベースすごくいいです。前回も良かったと思うんですけど、分かってくれる人がいるとか、話が通じる人がいるとか、味方がいる、ちゃんとサポートしてくれる人がいるよっていうことで、やっぱこういう人がいると力強いですよね。年内もずっといい関係なんだと思いますよ、その方とは。そして、その方に限らず他の人も含めね。そして自分の理想の世界をやっていける、何かきっかけとなる何かがあるんだなって思いますね。また出ましたね、ワンド8。よっぽど状況変わるんですね。だから急に何か来るんでしょうね、きっと。11月の1日とかに新月があるので、この新月でね、自分がどんな人とつながりたいかとか、どの状況とつながりたいかみたいなのも思い返してみたり、意図してみたり、願ってみたりするのもとてもいいと思います。それによってよし温めようみたいに思ったら、そこに火がありチャッカマンがあり、そのチャッカマンで火をつけたら暖かくなり、空気が暖かくなり、そこでまた何かが燃えてきて状況が変わるみたいな、そういう連動して何かが起こっていくみたいな感じがすごくします。なので今考えてらっしゃる一つの方法でこの方法でなければうまくいかないっていうことではなく、何かが多発的にいろいろ起こり、その状況、それがまた化学変化的にうまく回って状況っていうのは変化するんだなって感じがあるので、中にはもしかしたらやっぱり引っ越そうとか、やっぱり転職しようとかって、何か人生がゴロッと変わるような変化っていうものを年内に体験される方もいらっしゃるかもしれませんね。でその時におそらく気になるのが物理的なこと、この保証はいつまで続くんだろうとか、どれだけのお金をもらえるんだろうとか、稼げるんだろうとか、どれだけお金がかかるんだろうみたいなものがちょっと気になってるのかなとは思いますが、でも人としてサポートしてくれる人もいるし、先ほど言ったみたいに必要であればそれを作れるだけの自分になっていく機会が与えられるっていうだけなので、例えばですよ、寒い季節のところに行きますってなったら、同時にコートも一緒についてくるみたいな感じですよね。じゃあこのコート着ていけばいいし、じゃあすごい暑い海のところに行くよってなったら水着も一緒についてくるみたいな、いつでも泳げますみたいなね、そんな感じで野放しに放り出されるわけではないので、ご自身が今までやってきた経験や知識や人脈はいろんなものを踏まえて人生っていうのは面白く展開していくよっていう感じ、それが想定外の動きがあるっていうのがとにかくメッセージでした。はい、ちょっとそれを踏まえた上でね、またちょっと年末までの気をつけることなので、ちょっと細かく仕事とか人間関係は見ないんですけど、気をつけることを見てみます。やっぱ飛んできたのがね、死の誘惑ということで、メッセージとしてね、自分で自分を殺さないでねみたいな、自分で自分のことを小さくして抑え込まないでねっていう感じがしました。自分の可能性とか、こんなにできてる自分とか、こんな魅力的な自分っていうのを、いやいやそんなことないんです、大したことないんですとか言って自分を小さく見積もるっていうことはしないでくださいねっていうふうに言われてます。今状況が変わろうとしてる時だから、
年末までにね。その時に「いや私には無理です」とかではなく「あ、私にこれそうしろってこと?」みたいな、自分だからそうできるってことなんですねみたいな感じで、自分のことは決して低く見積もらない、そして自分で自分を小さくしないっていうことですね。そこだけ気をつけたら大丈夫かな感じがします。そしてヒーリング方法を見てみます。はい、コミュニケーションというカードが出ましたね。まあコミュニケーションいいですからね。ここでも人とつながっていくのとってもいい時なので、心が温かくなるんだと思いますよ。いろんな人とつながってみてくださいね。自分からハートを開いてね。会いに行くとかもいいですね。まあ、特に11月とかそういう人間関係、10月23日以降ですけど、もうそういう人とのつながりすごく良くなりますからね。そして年末までにこう何か変化していく上で何が手に入るんでしょうか。はい、アバンダンスということで、豊かさが手に入るよということで、これはご自身がオーダーしたものが手に入るということなので、何をオーダーするかですね。何をオーダーしますか、宇宙に。そして、最後もう一枚引いてみます。はい、飛んできたのはピースということで、平和な環境が入ってくるって感じがしました。年末までにね、何かそういうチャンスがあるんでしょうね。状況が整うとか落ち着くとか、これでいいんだって思えるようなものになっていくっていうことです。ちょっとそれが想定外のことなのかもしれませんけどね。ということで、ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントでご感想などを教えていただけると嬉しいです。ではまたね、後半のものとかはまた出していきますので、楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。